奈良の橿原支部から来ました土肥と言います。偶然にカルベさんを伝道することできたんですけどね、99年の7月号にね、先生のご論考の中に少しインドのことが出てたんです。明治維新の3000人の志士のことをインドの人に伝えたら、多分インドは救われるだろうって、それを聞いた途端にインド行かねばって、もう今行かなかったら後悔するって思ったんですね。で、なぜかと言いますと、娘が3年間インドにいてたんです。で、ついて行ったら、インドに降りた途端にも現状にびっくりして、もう祈るしかなかったんです。で、2週間いてて、2週間朝晩ずっともうインドのために祈り続けてました。それは5月の終わりだったんです。そして1月にそういうのをいただいて、もう行きたくて、で、私が娘に電話したら、何しに来るのって言われたんだけど、もうわからんけど、一歩足出すしかないんだって、一歩踏み出さなかったら何もないって思ったんでね、もう行く決意して、で行きました。本をこんなに持ってね、英語の本を。そしたら、彼と話してても、ヒンズー教ばっかしでなかなかないって言うんですね。で、それをずっと2、3日待ってたら、私にね、お母さん旅行に行ってきたらって、アジャンタへね、せっかく仏教徒だったら、アジャンタへ行ってこなかったら嘘だって。で、彼が言ってたんですね、その前の秋に。で、いい人を紹介するから、ガイドをしてくださる方、その人は英語が読めるし、インテリだから憲法ができるよって。私その憲法に惹かれてね、アジャンタに行ったんです。娘と2泊3日の旅行だったんですけど、最初の日にカルベさん、すごい日本語が上手くてね。で、2時間のアジャンタの石窟寺院まで2時間なんです。その間に説明してくださるんだけど、その後で私がね、お釈迦様は亡くなられる時に2500年後には東の国に生まれるっておっしゃいましたねって聞いたんです。そしたらすぐに、そうですよって、東の国って日本なんですよっておっしゃったんです。ほいで、もう出ておられるんですって私が言ったら、ってびっくりされて、どんな教えですかって。で、ちょっと心の話、因果の話とかいろいろなことをしたんです。そして私、写真見てもらおう思ってね、太陽の方の写真探してたら、残念ながらそれは読めないって。自分は日本語は読めないって、英語しかって。で、いっぱい本持って行ってきましたからね。で、すぐ持ってるんですって、英語の太陽の方を渡したんですよ。そしたらすぐにこうしてもうずっと読まれました。1、2ページ。その間じーっと私待ってたんですよ。そしたらもうね、こうして抱かれるんですよ。そしていろいろ話聞いてこられて、そして私ね、昇進法を出しました。私、インドに娘のところに英語を持って行かしてたんで、昇進法だけ私はそこから持って行ったんです、勝手に。ほいで、これがお祈りなんですよって、これは三歩帰依したものしか持てないんですって。それを手に取って読まれて、三方帰依って何ですかって言われたから、仏法僧の三方に帰依することなんですよって言ったら、もうその意味はすぐ分かられたんです。で、それからいろんなことを聞いてこられました。そして、三方帰依したいって言ってはったんですけど、それから話して、向こうの案内してもらったりしてたんでね、その日はそれぐらいにしときました。そしたらもう帰ってからね、ホテルで降ろされても、本が読みたくてしょうがないんですね。で、私らと早く別れたいんです、明日の予約して。ほいで、まだ私らが部屋に行かないうちにも、そこで座り込んで読んでありました。でね、本当はカルベさんいう方はね、20年前に交通事故あっておられて、もうペンギンさんが歩くような格好なんです。腰の骨は曲がらない、この股関節が曲がらないっていう状態で、車に乗るにもこうしてのけぞったままで乗られるという状態でね。だけど、次の日黙ってたら、どうしたら会員になれるかって参記したいっておっしゃったんです。ほいで、じゃあ私すぐ東京帰るから聞いてみますって、で連絡しますって言って帰ってきたんですけど、だから3月7日に検本して、もう8日、もう必死で読まれたと思いますよ。そして私は娘のとこ置いてた本を全部送ってもらうように頼んで日本に帰ってきたんです。で、それからしばらくしてから電話連絡を入れたら、もう日本の会員さんたちは、このブッダ最短を知った人たちは毎日どんな生活してるかって、どんな活動しながら毎日を暮らしてるかって、もうそれが知りたいって。
もうあの方のね、必死の思いがすごく伝わってね、この方はもう命をかけてなされるんだなっていうのが、自分と同じような気持ちがすごくよく分かったんです。だからすぐテープを10本ダビングして送りました。日本語は少しでも聞いたら分かるだろうと思って、そしたら3部ぐらいしか分からないって。でも毎日聞いてますって。聞いてたら少しずつ分かってくるって。だから毎日何回もずっとテープは聞いてますって。本も読んでって。で、本当に来たいって思いで、香港におられる国際局の方のご協力でね、12月来られるようになったんですけど、関西空港を着かれた時に私はびっくりしました。顔が変わってました。そして歩き方が変わってました。もう7月の頃から奇跡が起こったみたいですね。本人よりは周りの方がおかしいって、背中がまっすぐになったとかね、いろいろ言われるんですって、なぜかって。で、なんででしょうって電話で言われたんで、それが奇跡なんですって私が言ったらびっくりしておられました。で、12月に来られてね、私はぜひ湯布院に連れて行ってあげたかったんです。どんなことがあっても連れて行ってあげて。だからその飛行機の準備全部してたんです。で、だけど来る予定が遅れたんで、その日はもう、飛行場から直行で琵琶湖昇進館行って、そして夜遅く帰ってきても、明くる朝は早くもう6時起きして、飛行場行って、湯布院飛んだんです。温泉も初めてでした。湯布院でお風呂へ2回入られました。で、最初は職員さんがちょっと手伝ってくださってね、だけど、大きいから簡単に入れたいってね、すごく気持ちが良かったって。で、病気併誘祈願一緒にさせてもらって、だからそういうのでね、すごくリラックスできたみたいですね。で、あとここ日光少女で、さっきのお話だったんですけど、そのあくる日、すぐ今度は四国連れて行きました。もう日にちがないから毎日ハードスケジュールで。そしたら四国のエルカンタレードの前に立った時びっくりなさいました。王冠と下の衣、天使が持っておられる同じのが7番洞窟にあるんだって。アジャンタの7番洞窟は今見せておられないんですよ。でもそこにあるんですって。同じのが。次は王冠をかぶって出てこられるって。同じ絵があるんだって。すっごくね、びっくりしておられました。そしたらね、帰ってから、今までだったら4、5日働いたら、3、4日休憩取らないと体が持たない。しんどくなってね。それが今は1ヶ月でも休みなしで OK なんだそうです。もう毎日お祈りして、大乗のご本尊持って帰っていただいたんでね、すっごいエネルギーいただくんですって。だからもう私になんでそんな元気なのかってびっくりしてはったんだけど、今ご自分がそれだけのエネルギーをいただいて、もうすごく元気で歩く、アジャンターのとこはすごい急な階段があるんです、その石窟人ね。先生は乗り物に乗っておられましたね、写真集で。カルベさんもあれでいつも行かれてたんです。今は自分の足で歩いて登りますって。で、ここ行ったらそれを伝えといてほしいって言ってはりました。自分の足で登ります。だからすごく変わってきてるんです、今。もうそれもね、日本に来させていただいたおかげだって、でどういうふうにお返ししたらいいんだろうっておっしゃるんで、それは仏のお役に立つように、仏のもとへね、多くの人を連れて行ってあげるのが、みんなに対する、お世話になった多くの人に対するお返しはそれしかありませんって私は言ってたんです。それには家族の伝道なんですよって、家族は真理家族になること、家族分、10人分ね、ちょっと余分に持って帰ってもらったら、ここへ来る2、3日前にファックス届きました。家族全員3期請願されました。こちらに来てる間に4つの新聞に載ったんですって。カルベさんが日本の幸福の科学へ行ったって。結構アジャンターでも一目置かれてる方なんです。そういう仏教徒の中ではね。だからカルベさんが日本の幸福の科学に行ったって出たら、みんなびっくりして、何しに行ったんだろうって。で、今度帰ったら、みんながだから聞いてきはるんだって。幸福の科学、どんなところかって何なのかって。で、今、新聞社からもインタビュー待ってはるんですって。今、ストップかけてはるんです。なぜならば、新聞に載ったら、たくさんの人が押し寄せてくるって。周りの人はカルベさんの状態を見てね、20年間あれだけ苦労してね、よちよち歩きして、ほんのちょっと歩いては止まり、ちょっと歩いては止まりしてはった方がね、今はもう本当に早いんですよ、歩き方が何倍にもなってるんです。だから、周りの人の方が驚いてはるんで、
それが今、新聞に載せられないって。なぜならば、集まっても集まる場所がないんだって。で、どうしたらいいかって、なんとかできないかって私に言われるんですね。で、私は、ご自分の家の磁場を読めて、そして一人ずつ丁寧に伝道してくださいって私は言ったんですよ。で、その仲間と、それはどうするかを話し合ってくださいって。今私が言えるのはこれしかありませんって。でも今、カルベさんたった一人で、もう思いだけはすごいんですね。なんとか仏のもとに行って。だけど、やっぱり焦り心が出るんです。そういう話を聞いたら、やっぱり時々電話をしながら、本が必要な時には英語の本をかき集めて送ってあげながら、そして息子さんや娘さんが素晴らしい人たちなんですよ。長女の方は産婦人科のお医者さん。ほいで、長男が21歳で今、エンジニアなられるんだそうです。大学生でね。で、みんなが幸福の科学の勉強してて、今私の目的は、もうちょっとなんとか頑張ってできたら息子さんを呼んであげたいなって。で、少しでも彼が日本の空気に触れることによって、ここの少女に触れることによってね、またお父さんを助けて大きな仕事ができるんじゃないかなって、今そういう夢がね、すごく私の中で膨らんで、まだまださせていただこうってすごく思ってます。なんか私自身がすごく奇跡をいただきました。ありがとうございました。